はい、ボノボの研究をしている横山拓正です。今回この動画では動物福祉についてですね、私の意見を少し紹介したいと思います。実はですね、最近動物福祉について考えさせられる一つのコメントをいただきました。横山さんこれ可愛いからちょっと見てみてよっていうことで動画をいただきました。実際に YouTube に上げられている動画なんですけれども、ショウガラゴですね。ショウガラゴがペットとして飼育されている動画なんですけども、ショウガラゴを、公園かどこかわからないんですけども、昼間ですね、連れ出して外に連れ出して散歩をさせている動画ですね。非常に可愛らしい、ショウガラゴ自体は非常に可愛らしい動物なので、確かにその方がですね、これ見てみてよって、可愛いでしょって私に共有してくださるのはわからなくもないです、その気持ちは。ただやはり可愛いというだけでこの動画を見るのは研究者としては非常に抵抗感を抱きます。何が問題かと言いますと、ショウガラゴですね、もともと夜行性動物であるにもかかわらず、このように昼間外に連れ出して散歩をさせて、動画を撮ってこのように拡散する行動というのは非常にショウガラゴの動物福祉ですね、幸せについて考えていないような行動に見られます。やはり夜行性動物であるので、このように昼間に連れ出してですね、外に散歩させるという行動はショウガラゴにとっても非常にストレスのかかる行動だと思います。このようにですね、動物の幸せだったりその福祉について考えることをその動物福祉ということがよくあるんですけれども、実はですね、日本ですとこの動物福祉に考える取り組みであったり考えというのが非常に遅れている国なんですね。例えばですと先日ですね、ある YouTuber の方がペット飼育放棄というので騒動になって謝罪をしている動画も上げられていたんですけれども、もちろんペットを飼育している方は皆さんがそういうわけではないとは思うんですけども、やはり日本の中でですね、ペットを飼育するのに放棄をしていたりとか、先ほどのショウガラゴのように不適切な飼い方をしているような動物福祉について考えられていないような行動を見受けられることが多くあります。それではですね、日本と比べて海外でどのような取り組みですね、動物福祉に関わる取り組みが行われているかといいますと、こちらもインターネットの記事で私がちょっと先日発見したものなんですけれども、こちらの記事ではですね、こんな風に書かれているんですね。フランスで動物愛護に関する法改正案が可決されたというものですね。これによってペットショップでの犬猫の販売、これすごいですね。ペットショップでも犬猫の販売や水族館でのイルカやシャチのショー、サーカスでの野生動物の使用、ミンクの養殖などが禁止されるという内容ですね。素晴らしい非常に先進的な取り組みの一つだと思います。動物福祉について、動物の幸せについて考えた非常に注目されるべき取り組みの一つだと思います。また動物虐待や遺棄について厳罰化されることが決まったということで、フランスですとこのように動物福祉ですね、動物の幸せについて考えられた取り組みというのが着々と進められているんですね。対してですね、先ほども日本だと動物福祉に対するですね、取り組みが非常に遅れている後進国であるという話をしたんですけれども、例えば日本の場合ですね、以前のテレビ番組でもあったんですけれども、エンターテインメントですね、エンタメの番組の中で、例えばチンパンジーをですね使って買い物をさせたりとか、いろんな行動を見せたりとかしながらエンタメの道具としてチンパンジーを利用しているような番組があったりですね、その中でですね、チンパンジーがストレスを感じている表情を表しているにもかかわらず、それを笑っているとか間違ったような解釈をしてチンパンジーをエンタメの道具として利用している場面もたくさんあったりしたんですね。このように、ペットだけでもなくですね、動物を不適切に扱って動物の福祉を考えない、動物の幸せを考えないような行動をされることが日本の中では多くあります。実はですね、私たち研究者ですね、霊長類学者の中ではですね、以前からテレビ番組やエンタメの道具としてチンパンジーや動物を使うことに対して警笛を鳴らしています。実際に論文も出ていて、松坂さんですね、松坂さんが論文を出しています。やはり日本というのは動物福祉に対する考え方が非常に遅れていて、個人であったり番組であったり、または団体
でもそうですけれども、動物を不適切に扱って動物たちの幸せを考えないようなことがたくさん見られるんですね。こちらの論文についてですけれども、この動画では少し紹介できないのでリンクを貼っておくのでぜひご覧ください。今まで、私自身も小さい頃はですね、番組に出てくるチンパンジーであったり動物をですね、可愛いなと思って見ることはあったんですけれども、やはり研究者の立場であったり動物の幸せを考えた時にそれをただ可愛いなという視点だけで見るのは非常に危険だと思います。もちろん研究者だけではなくて動物福祉に関してですね、警笛を鳴らす団体が日本の中にもいくつかあります。例えば WWF ですね、 WWF ジャパンがですね、このような記事を書いてるんですけども、スナネコをペットにしないでという記事なんですけども、やはりスナネコも可愛らしい、先ほどショウガラゴのペットにされているショウガラゴの話をしたんですけども、スナネコも実は動物福祉の観点から非常に注意が促されている動物の一つです。ちょっとこちらも WWF の記事をそのまま読ませていただくんですけれども、日本では近年その愛らしい容姿からスナネコをペットにしたいという需要が高まっています。しかし野生の動物をペットにするのは簡単なことではありません。本当に簡単なことではないと思います。実際スナネコは警戒心が強く同種を飼育している那須動物園王国の佐藤園長も、動物園生まれの個体も人に懐くことはなく、スナネコは人に懐くことはないということですね。決してペットに向かない野生動物だというふうに述べられているそうです。それでもそうした事情を知らない人たちには、SNS などでも大人気。先日都内で開かれた大規模なペットフェアでも一般向けに売られているのを確認しました。さらにスナネコのペット需要が高まると野生の個体が過剰に捕獲される事態が懸念されます。同様に容姿が可愛いといった理由でコツメカワウソやスローロリスといった野生動物のペット需要の高まりは個体数の減少や違法取引などの問題を引き起こしました。実際にそうなんですね。やはり可愛いという理由で需要が高まってしまうと、やはり違法な密漁が増えたりとか個体数がどんどん減少してしまう。実際にそういうことがコツメカワウソだったりスローロリスで起きてしまったんですね。だからこそ動物がただ可愛いという理由だけで飼育することは非常に危険な行為の一つなのかもしれないです。先ほどショウガラゴを例にして話をしたんですけども、このようにショウガラゴだけじゃなくてコツメカワウソやスナネコであったりいろんな動物の種類でそのような懸念がされています。だからこそやはり動物福祉に対して一人でも多くの方が意識を高くしてただ可愛いというふうに見るのではなくて動物の幸せを考えた行動が広まっていくといいなと思っています。